はい、よろしくどうぞお願いします。多分これから申し上げることがね、私がこうやってお話しして、また皆さんに見ていただいての中で一番大事なことかな。もちろん2番3番大事なことがあるって意味じゃないんですけどね、一番大事なことかな。で何こうやってなんですかね、一クッション置いてるかというとね、信仰の話をする。これ一番大事なの。ただ信仰の話をするとね、なかなか皆さんこうね、別のことを考えるのでね、あえて私は信仰という言葉を使ってないんです。今まで使ってなかったし、これからも使わないと思うんだけど、ここでちょっと信仰について申し上げますね。信仰って神様を全部信頼してるということですよね。それで神様を信頼してるの一向に構わないんだけども、その信頼の仕方がいろんな宗教によって違う。宗教によってちょっと毛色が違うんですかね、肌合いが違うんですかね、どうですかね、違うということでね、私はケーシ屋さんだから信仰って一つしかないと思うんですけれどね、その一つのことを申し上げますのでお聞きになってくださいね。多分一番大事なことかね。で、私はその信仰という言葉を皆さんに言う時、今までどういう言葉を使ってたかというとね、信頼感で、もうお分かりですね。存在感、それからその次一体感、広がりですね。存在感面白いですよ。一体感、広がりで、信頼感、これね、あっさり言うとね、豊かさなんですね。何度も言っています。今の中に全てがあります。今の中に全てがあります。時間空間全部今の中にあります。だから全てが一体感、広がりですね。広がり、同じこと言ってるんだけど、広がりと同時にその中に必要なものは全部ある。これが信頼感ですね。でその広がりの一体感の中でたくさんのものがあるんだけれども、それを選択する時にね、一番素晴らしいものを選択しましょうよというのが理想になるんですね。だから自分の選択しているのは一番大事なものを理想という言葉で表してるんですね。ですからそれをこれから言いよどんでるのはね、信仰と言っていいんですよ。理想と言わないで信仰と言っていいんだけど、そう言うと何度も申し上げてすいませんね。皆さん別のことを考えるんでね、信頼感と言ってるんですね。信頼感、信頼感、実はこれね、感謝なんですね。もうほら、信頼してるから、全てのものがあるから感謝しちゃう。そしたら初めから感謝しちゃったらいいんじゃないの。でこれは皆さんもそうですね。初めから皆さん人に会う時もそうですね、感謝してますね。で私はこうやって YouTube でお話ししてる時はあまり言わなかったかもしれないけれども、言ってたかな。朝から晩までありがとう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 と言ってるんです。一番大事なことっていうのはこれなんですね。私に出会ったら皆さん私から何十遍もありがとうを聞きますよ。郵便屋さんが来ても帰るまでの間に5遍や6遍ありがとう言いますね。黒猫さんが来てもありがとうありがとう5遍や6遍言いますね。要するに私ありがとうで調律してるんですね。本当はそれをこうね、信仰の話をしてるんで、あえてこう表面に出してきてるんですね。で皆さん私のところへ私とお会いしたらね、しょっちゅうありがとうって言ってますんでね、すぐ分かります。だからある意味で一日のうちに多分何千回もありがとう言ってるかな。歩きながらもありがとうありがとう言ってますね。青空綺麗だね、このビル今日は輝いてるね、ありがとう言葉にしなくてもありがとうって言って
体で言ってるね。そこで私は元気かな、そこで私は病気をしないかなということになる。で、大事なこと大事なこと大事なこと、ありがとうってね、どこですると思う？何度も言ってます。こっから頸椎から上が天でね、頸椎肩が下がね地なんですよ。で、私はその天地の通り道なの。だから感覚的にはねこういう感じだね。頸椎と胸椎の間、この前も言いました、許しっていうのは実は頸椎と胸椎の間、ここで伸ばすのが許しですね。許してください、あるいは私はあなたを許してますよって皆さんここ伸ばすはずです。私はあなたをね許してますよって言ったら許してない。許してくださいって言う時もそうですね。許してくださいって言ったらお願いしてる許しを感じてるんですよ。許しを選択したんですね。許しを目的にしてるわけですよ。許してください許してください許してくださいって言ったら、これなんか悪意じゃないけれどもなんか許してくださいって言ってるのが通じてないと思うね。許してくださいとこう言った方が通じるからここ伸ばす。で、実はねここが大事大事今も大事って言ってるね。大事言ってるねって、ここが大事。天と地の境の扉を開けてるんですよ。許してもそうだしね。それでその大事な言葉っていうのがありがとうありがとう、こう言うんです。言うんです。ありがとうってこうなる。天と地を開けるんですよ。それでその天と地の感謝のエネルギーを天と地に満たす、これがありがとうですよ。今もやってますね。だから地はここは地は天に感謝し、天は地に感謝する。これが感謝かな。だから感謝っていう動作これがどうしても感謝になるかな。でへつらうっていうかね、自慢話っていうのをする時には感謝じゃないやり方をしますね。福田自慢話してるかもしれませんね。今日もそれ言われたんで気にしてるんですけどね、私の自慢話は皆さんのお役に立とう、皆さんのお役に立ててる自分が嬉しいね。自分がたった今お役に立ってるの嬉しいね。これで治療してるかな。自慢してるんじゃない。自慢してるっていうのをやってみるとね、こんな感じになるんじゃないかね。福田貴則はね実はね素晴らしい存在なんですよ。認めて、素晴らしいということを認めて、認めて、これ自慢話になるんじゃないかな。これ相手を自分自身に引きずり込んでる感じですよね。そうじゃなくてもう一遍やりますよ。地はここから下、あるいは地球で天っていうのは神のこと言ってると思ってね、はい、地は天に感謝する、天は地に感謝する。ですから今もやるときに感謝する、手が上上がってますね。で地はって言って今地はって言ってこう歌ったけど、感謝する時こうなります。ですね、地に感謝してる。これねなんか悪いものをあげてる感じでしょ。そうじゃなくてこうです。地に感謝する。でここ通過させていくんですよ。ここの扉開けていくの。それがありがとうなんですね。ありがとう。地が自分が天に感謝してる。だから目も上向きますね。ありがとうということで、地に感謝する時は天が私を通して感謝してる。いいものをいっぱい差し上げてます。感謝、ありがとうという言葉差し上げてますってこうなるんですね。もう一遍いきますよ。天が私を通して地に感謝してます。ありがとう。こんな感じなんですね。で自分は天に向かってはい感謝してます。ありがとう。実はね私の健康法の大元はそれをやっ
ってるからだよね。ね、広がりありがとうで、ですからほら、地にっていう時こうなりますね。地にありがとう、こう手を返してこうありがとう。これで今私を見てらっしゃる方、今私の話を聞いてらっしゃる方に私感謝してるんです。ありがとう。元気になりますよ。